皆さんこんにちは。四国メタンです。お疲れ様なのだ。ずんだもんなのだ。今日は刀剣乱舞からとっても魅力的なキャラクター鶴丸国長について詳しく解説していきますね。鶴丸って確か白い服を着た人なのだ。驚かせるのが好きなやつなのだ。まさに驚きをテーマにした刀剣男史ですね。今回は初心者の方にも分かりやすく、そしてすでにご存知の方にも新しい発見があるように解説していきます。まずは基本情報から。鶴丸国長は平安時代の刀工五条国長作の太刀です。身長 177cm、銀髪に金の瞳を持つ美青年で、真っ白な戦装束を身にまとっています。 177cm って結構高いのだ。それで一人称は俺なのだ。見た目は儚げですが、とても男らしい話し方をするんです。これも彼の魅力の一つですね。ゲーム内では太刀の刀剣男史としてレアリテイオンに分類されています。レア4なのだ。競争なのだ。実は鶴丸さんのステータスは太刀の中では最下位なんです。でも必殺値が高いという特徴があって、真剣必殺の発動率が高いのが魅力なんですよ。鶴丸国長の最大の特徴は何といっても驚きへの執着です。彼の有名なセリフに派生には驚きが必要なのさ、予想しうる出来事だけじゃ心が先に死んでいくというものがあります。派生って面白い言い方なのだ。人生じゃなくて派生なのだ。刀である自分の人生を派生と表現するところがとても刀剣乱舞らしいですよね。彼は常に驚きを求めていて、敵だけでなく埴輪や他の刀剣男子も驚かせようとするんです。味方も驚かせるのだ。それって大丈夫なのだ。実は鶴丸さんちゃんと線引きはできているんです。装備は驚きよりも性能を重視していますし、任務の時は埴輪に真面目に中言もします。ひょうひょうとしていても根は真面目な性格なんですよ。鶴丸さんの外見についてもう少し詳しく見てみましょう。真っ白な着物に金の鎖、そしてフードがついているのが特徴的です。なんで白い服を着てるのだ。汚れやすそうなのだ。実はこれにもちゃんと理由があるんです。鶴丸さん曰く、戦場で赤く染まると鶴らしくなるからなんですって。つまり白い羽に赤が混じった鶴をイメージしているんですね。それで鶴丸って名前なのだ。納得なのだ。さらに手には中指と薬指以外が指抜きになっている黒手袋をつけているんです。このデザインもとても印象的ですよね。ちなみに金の鎖は兵庫鎖という実際の装身具なんですよ。それでは史実での鶴丸国長について説明しますね。実際の刀は現在皇室の御物として大切に保管されています。皇室の御物すごいのだ。とても由緒ある刀なんです。歴史を振り返ると、まず平安時代に五条国長によって京で撃たれました。その後鎌倉時代に足立氏という有力御家人の家に伝わったんです。それからどうなったのだ。ここからが少し複雑なんです。足立氏が下月騒動で滅ぼされた時、鶴丸は主人と一緒に埋葬されたんです。ところが執権の北条貞時が鶴丸欲しさに墓を暴いて取り出したという逸話があります。墓を暴いたのだ。それはちょっとなのだ。鶴丸さん自身も俺欲しさに墓を暴いたり神社から取り出したりは感心できないよなと複雑な心境を語っているんです。この出来事から龍丸という別名もついたんですよ。その後鶴丸は織田信長の手に渡ったり藤森神社に奉納されたりと、本当にさまざまな場所を転々としました。そして最終的に仙台の伊達家が購入したんです。伊達政宗の家なのだ。元禄年間に伊達家4代藩主の伊達綱村が購入して、以後200年間伊達家に伝わりました。ゲーム内でも大栗からや食大桐光忠、太鼓金貞宗との伊達組として描かれているのはこの史実が元になっているんですね。なるほど。だから仲良しなのだ。愛称で呼び合ってるって聞いたのだ。鶴丸さんは食大桐光忠を三つ坊、大栗からをキャラ坊、太鼓金貞宗を貞坊と呼んでいるんです。とても親しみやすい関係性が描かれていますね。ゲーム内では鶴丸さんはサービス開始当初から実装されていましたが、長い間階層がなくて謎の多いキャラクターでした。謎めいてたのだ。それも驚きの一部だったのかもしれないのだ。
2016年に太鼓が根貞宗が実装されてからようやく伊達組の階層が追加されたんです。階層ではずんだ餅を食べながら仲間たちとの交流が描かれています。ずんだ餅、僕の仲間なのだ。畑仕事の内番では実は農作業が苦手だったり有機肥料の匂いに慌てたりと普段とは違う一面も見せてくれるんですよ。アニメ「刀剣乱舞花丸」では年長者らしい面倒見の良さが描かれています。大和の神安貞に助言したり山姥木陸に疲労解放したりする場面もありました。優しいお兄さんなのだ。意外なのだ。かつ刀剣乱舞では経験豊富な戦士として描かれ野源藤四郎とは旧知の仲という設定でした。そして舞台ではコメディリリーフとしても物語の核心に迫る重要な役割も担っているんです。いろんな作品で活躍してるのだ。すごいのだ。特に舞台「義伝」では三日月宗近との腹の探り合いや終盤の衝撃的な展開などとても印象的な場面がたくさんありました。鶴丸国長の人気の理由はやはりそのギャップにあると思います。儚げな見た目とは裏腹のひょうひょうとした性格、そして驚き絵の一途な思い、見た目と性格のギャップが魅力的なのだ。それに加えて長い歴史を持ちながらも主を転々としてきたという経験から生まれる人生への達観した姿勢も魅力的ですね。ファンの間ではサプライズじいさんという愛称でも親しまれています。じいさん、でも見た目は若いのだ。これは三日月宗近と並んで古い刀であることとタペストリーの売り上げが1位2位を争っていたことから生まれた愛称なんです。実際は 177cm の美青年なんですけどね。2021年には局が実装されました。レベル75以降4日間の修行を経ることで局の姿になることができるんです。局になるとどう変わるのだ。外見がより大人っぽくなりステータスも大幅に向上します。そして何より新しいボイスやセリフが追加されてより深い鶴丸さんの魅力を感じることができるんですよ。現実の鶴丸国長は現在も皇居内の三剣湖に大切に保管されています。宮中祭祀では今でも実際に使用されているんです。今でも現役なのだ。すごいのだ。2018年にはかつて奉納されていた藤森神社に鶴丸国長の写しレプリカが奉納されて話題になりました。ファンの聖地巡礼スポットとしても人気なんですよ。さて鶴丸国長について詳しく解説してきましたがいかがでしたでしょうか。とても面白かったのだ。驚きをテーマにしたキャラクターって珍しいのだ。平安時代から現代まで続く長い歴史、伊達家との深い縁、そして驚き絵のあくなき探求心、鶴丸国長は本当に魅力的なキャラクターです。史実も面白かったのだ。墓を暴かれたりいろんな人の手に渡ったり波乱万丈な刀製だったのだ。そんな経験があるからこそ今のひょうひょうとした性格や人生観が生まれたのかもしれません。見た目の美しさと性格のギャップ、そして仲間との温かい関係性も含めて本当に奥深いキャラクターだと思います。伊達組の絆も素敵だったのだ。みんなで「お」って呼び合ってるのが可愛いのだ。畑仕事で慌てたり意外な一面を見せるのも可愛らしいですよね。普段は余裕たっぷりなのにそういう時だけはいつもの調子を失ってしまうんです。今回は刀剣乱舞の鶴丸国長について解説させていただきました。少しでも興味を持っていただけたでしょうか。きっとみんなも鶴丸のことを好きになったのだ。僕ももっと知りたくなったのだ。刀剣乱舞には他にもたくさん魅力的なキャラクターがいますのでぜひゲームやアニメ、舞台なども楽しんでみてくださいね。また今度別のキャラクターについても聞かせてほしいのだ。もちろんです。リクエストがあればコメント欄でお聞かせください。それでは今日はこの辺りで。最後まで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価もよろしくなのだ。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイなのだ。さようなら。